ごきげんよう、上川かおるです。今回取り上げる話題は、中国における新型コロナウイルスの感染が、以前の動画では私は感染爆発と表現したのですが、現実に起こっている状況は、感染爆発どころか感染大爆発と呼べるような状況へと陥っています。これに対して日本は水際対策を発表したのですが、これには少し問題があります。この点について今回は解説していきましょう。まずは中国での感染大爆発の発生に伴って日本がどのような対策をしているか見ていきましょう。中国からの入国者、全員検査にコロナ陽性なら7日間隔離、臨時措置30日開始。岸田首相は27日、新型コロナウイルス感染が急拡大している中国を対象とした臨時の水際措置を発表した。中国本土からの渡航者と7日以内に中国本土へ渡航した人全員について入国時検査を実施し、陽性の場合は待機施設で原則7日間隔離する。30日午前0時から適用する。日本では現在、ワクチン3回接種証明書か、海外出発前72時間以内に受けた検査での陰性証明書の提出があれば入国できる。入国時検査は有症状者を除いては行われていない。ただ、中国は今月、新型コロナを徹底的に封じ込めるゼロコロナ政策が破綻し、感染者数が爆発的に急増。中国から日本国内に大量のウイルスが持ち込まれることへの懸念が出ていた。中国の感染状況について、首相は中央と地方、政府と民間の感染情報が大きく食い違っているなど、詳細な状況把握が困難だと指摘。同時に、好転すれば今回の水際措置を取りやめる可能性に言及し、足元の感染状況に十分注意しながら、慎重かつ着実にウィズコロナへの移行を進めていく方針に影響を与えるものではないと語った。一方、ゼロコロナ政策をやめた中国では、規制の緩和が発表されて、中国から海外へ向かう旅行者が増えようとしています。中国国際便の予約殺到、隔離措置撤廃で。中国政府が26日、新型コロナウイルス対策の入国後の隔離措置を来年1月8日から撤廃すると発表したのを受け、27日には国際便の予約申し込みが殺到した。SNS では、規制終了に喜びの声が上がった。やっと終わった、春が来る、とのウェイボーの投稿には多数のいいねがついた。別のウェイボーユーザーは、外国旅行の準備をしなくちゃと投稿。袋の料金がまた上昇しないことを祈ると心配する人もいた。隔離撤廃のニュースが伝えられると、国際便の検索数が急増した。旅行予約サイトでは検索数が 850% 増加。ビザに関する問い合わせも10倍に跳ね上がった。中国は2020年3月以来、隔離措置によりほぼ鎖国状態となっていた。今月に入って厳格なゼロコロナ政策が緩和されたが、各地で感染者が急増している。記事の補足をしておきますが、アメリカは中国からの入国を規制している状態です。ビザ発行を止めているのです。表向きアメリカの中国にある大使館では、新型コロナが蔓延したせいで、業務ができる職員が大幅に減ったためとしているのですが、中国で感染者が急増していること、それ自体を問題視している方が本当の理由ではないでしょうか。まず最初に中国における感染状況の説明をしておきます。中国においては、新ゼロコロナ政策といったものが実施されています。それは、大規模な PCR 検査を廃止し、それに伴って新型コロナに感染している人数の正確な把握をもはや中国政府はやめています。それに伴って中国における感染状況がどのくらいなのかは基本的には推定値になっています。そして推定値について言っても中国政府当局によって発表される数字は明らかに感染者数が少なく実態を把握しているものではないと考えられています。非公式とされる推計値においては2億人以上が感染したのではないかと言われています。これは12月初めから12月20日までのわずか20日間の推計値だとされており、この動画が作成されている12月いっぱい1ヶ月のことを考えれば2億5000万から3億人の感染者数が出ていたとしても不思議ではないと呼ばれるほどの感染大爆発が起きている状況です。このような感染大爆発の発生に伴って、北京市や主要都市において、病院では患者の受け入れが満杯になってしまい、そして亡くなった人が一気に増えたことから、火葬場では行列が発生しているなどといったこともニュースになっています。また、多くの人々が感染したことから不安を抱える人たちもたくさんいて、それに伴う
デマも飛び交っている状況です。桃が病気に効くよと聞けば桃缶が売り切れ、レモンが効くかもしれないといえば、やはりこちらもみんながこぞって買いまくり、さらにはみんな発熱などの症状に対応するために薬局に殺到して解熱剤や相互感冒薬といったものを買い求めるものですから、薬が全く手に入らないといったことも発生しました。これに伴って中国国内で薬が買えないんだったら他の国から買ってしまうということで、中国の近隣の国においては中国系の人たちが風邪薬を買い漁るといった行為が見られます。日本においてもパブロンゴールド A が売れまくっていたり、台湾でも同じように買い占めをしようとする人が出たり、タイやカンボジアなどにおいても同じような現象が起きています。そして中国において最も問題なのは、ゼロコロナ政策からウィズコロナ政策へ移行するそのやり方があまりにも極端で準備不足だったことです。例えば、12月にゼロコロナ政策を一気にやめてウィズコロナ政策へと転換する。これは時期としてあまりにも間違っています。特に感染症が流行りやすくなる状況があります。例えば気温が下がってくることによって多くの人々の免疫力は下がると言われていますし、また気温が低下するために暖房の効いた屋内で換気があまりされていない状況での多くの人々が一緒に過ごしてしまう。つまり感染症を誰かが持ち込んでしまえばあっという間に広がってしまう。そのような環境といったものが揃ってしまいやすい時期なのです。しかも中国においては1月に春節旧正月を迎えて大都市圏に行きたい人たちが実家の地方へと帰省するといった形で感染症が国内での大移動をしてしまう可能性があるわけです。つまり中国において今2億人以上の人が感染したかもしれないという推定値が出ているわけですが、本番はこれからというわけです。しかも中国政府は新型コロナに関してはどのくらいの人がかかっているかさえももはや把握することをやめている関係で、3億人、4億人と感染者が広がってくれば、それに伴って新型の変異株が発生する可能性が十分にあります。このような状況下で発表されたのが日本における水際対策なわけですが、ここには大きな問題点があります。それは、新型コロナ問題があった後においては、水際対策となれば、そもそも入国がしにくいように、便数を大幅にガクッと落とすといったことが実際に行われてきました。ですから、そのような措置を復活させれば特に問題はないはずです。今回の水際対策は非常にぬるいなと思える部分があります。例えば、入国時において検査をするんだけど、検査をした後問題があるなと思えば、日本国内で隔離措置を取るといったことを行っていますが、そもそも論としてそのようなことが起こらないように、中国においては今感染爆発が起こっているんだから、この時期、特に冬場の間は入国措置をそもそも行おう。この間においては少し中国の旅行者については来ないようにしてくださいというのが、はっきり言えば手間もかからないし、安全性も高いのです。しかも、これまで中国からの旅行者については大幅に規制がかかっていました。これは中国側がそもそも厳しい規制をかけている関係で、中国国内から中国国外へと出ていく旅行者そのものが少なかったのです。ですから、今日本が入国規制をかけたとしても別に問題はなかったはずなのです。わざわざ手間のかかる検査を通しての水際対策というのは私は手間がかかる分だけ意味がないと思います。一方において中国から海外旅行をどんどんとしようとしている人たちが出ているニュース。これに関しては帰ってくる時の手間が大幅に減ることが中国の人たちにさあ旅行に出かけようという気持ちにさせています。これまで中国の人が海外旅行をすると帰国した時に隔離措置を取らなければなりませんでした。これが非常にめんどくさいことから今は他の国に行くのはやめておこう、中国国内の旅行にとどめておこうというふうになっていたのです。しかし中国政府がゼロコロナからウィズコロナ政策へと転換し、規制を一気に取りやめると発表したものですから、外に出てそして戻ってくる時の措置といったものが非常に緩くなるので旅行しやすくなるなと思ったわけです。そして人気の旅行先として上がってくるのが日本や東南アジア各国のリゾート地だったりするわけです。日本においても新型コロナウイルスに対する政策はゼロコロナではなくウィズコロナ政策ですから、ある程度については許容する部分があります。しかしだからといって中国における感染の大爆発が起こっている状況ですから、
潜在的に新型コロナにかかっている人、これから発症する人といったものが割合として非常に多くなる可能性が非常に高く、この冬場については私は入国については全面的な禁止措置を取った方が良いと思います。ただし、最後に一言言っておかなければなりません。それは中国における感染状況を見るに、少なくとも今のところ流行しているウイルス株は超変異した強毒性の変異株といったわけではないでしょう。少なくともその点については何ら確証的な情報は出てはいません。しかし、インターネット上には中国における感染爆発が起きたのは、これまでにないような変異が起きて、感染者が急増していたり、死者数が大幅に伸びているんだといった話をさも事実なかのように広げている人たちがいます。その点については何ら確定情報はないので、私は少し様子を見るべきだと思います。というのも、例えば中国においては感染者が広がりやすい状況、そして感染者が重症化しやすい状況といったものが明らかにあります。その点を考慮する必要があるのです。例えば中国において使われているワクチンは圧倒的に性能の低いと考えられている中国国産のワクチンです。重症化予防効果については、欧米製のワクチンよりも明らかに1段2段低いと考えられていますし、また中国ではゼロコロナ政策がずっと続けられてきた関係で、新型コロナウイルスに感染したことがない人たち、つまり何ら免疫を持たない人たちが圧倒的に多い状態といったところから一気に政策緩和が進められたために感染が急拡大したという事情があります。そして、感染が急拡大したのに伴って死者が増えるのはこれは当然のことなのですが、その割合について言っても、強毒性に変異した可能性といったものは確かに可能性としてはあるのですが、果たしてそうなのかといったことは考えなければなりません。例えば、エボラウイルスのように致死率 40%、50% といったものに大幅に変異したとすれば、今の程度のニュースでは済まないはずです。例えば推計値で2億人以上が感染しましたよといった状態の時に、エボラウイルス級の強毒ウイルスであれば、1億人以上が現段階で死んでいなければおかしいことになります。そんなことになれば火葬場に並ぶなんてことではなく、そもそも論として社会が崩壊していても何ら不思議はありません。ですから、ワクチンの有効性が低く、そして感染者が少なかったことから、一気に感染者が急増した。このような状況の中で、日本においては新型コロナウイルスは、従来の風邪ウイルスの一種である旧コロナ株、そしてインフルエンザウイルスの、中間ぐらいの致死率ぐらいかなまで収まっているわけですが、中国においては新型コロナウイルスはまだまだ環境が悪いために、インフルエンザよりもちょっと強力かなぐらいのレベルを発揮している可能性があります。そのような環境の違いによって日本よりも感染者が増えやすいし、重症者も増えやすいといった状況を考慮すれば、果たしてこれが強毒性のウイルスへ変化したと断言できるかどうかには様子を見る必要があるわけです。そしてそのような様子見をして確認する必要があるからこそ、感染爆発がおそらくは収まってくるだろう春先までは一旦入国を禁止するというのは、私は効率的なやり方ではないかなと思います。というわけで今回の動画はここまで。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録していってください。そして動画を見終わったら評価ボタンのクリックと今回の動画の感想、コメントをよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。